こんにちは、美瑛です。今日は8月5日、夕方の5時過ぎです。今日も暑い一日でした。花壇も日陰になったので水やりをしています。片手にスマホ、片手にシャワーでお見苦しい点もあるかと思いますが、最後までよろしくお願いします。多肉花壇はこの時期でもシャワーでやっていますが、夏は土の表面が濡れる程度にお水をかけるようにしています。このようなつり鉢は水切れしやすいので念入りに、そして間でもちょこっと水やりをしています。いい加減にお水をやっているように見えるでしょ。それがですね、違うんです。お水が溜まりやすいような多肉にはかけないよう注意しながらかけるようにしています。後でブロワーするのが面倒なだけなんですけど、この技どうですか？木箱の背面に水をかける技です。こうすることで多肉に水がかからないよう土だけ濡らすことができるんです。小さい缶バッグなどは水切れしやすいので、間でも乾いたら水をやるようにしています。多肉花壇の次はベランダの多肉です。この時期はシャワーではなくじょうろでやっています。このようなお水がたまりやすい形の多肉にはなるべくかけないようにし、土だけをめがけてかけるようにしています。もし水がかかってしまったら念入りにブロワーをしています。この鉢のように隙間がない子は持ち上げて斜めから水を流し込むようにしています。まさかのフレームアウト。すみません。
これら3個の小さな葉ざしさんのような子は毎日ご機嫌伺いをして欲しそうだったらタニパトの時にあげるようにしています。それぞれの環境や使う土で水やりの方法はいろいろあると思います。我が家の土の配合は説明欄にも書いていますが、他のタニラーさんより保湿高めかもしれません。だから表面が濡れる程度の水やりで大丈夫なのかな？わからないですけれど、もう何年もこのやり方で夏を越しています。多肉を始めた頃に買った鉢の土を真似して作ったブランド土を今も使い続けています。でも今年の梅雨の長雨の経験から土の配合を久々に変えようかと考えています。左の鉢の鹿沼土に巻いた桜吹雪はすごい発芽率です。この鉢は秋に胴切りして植え替え候補ですね。庭とベランダに置いてある多肉の違いは何ですか？と質問をいただいたことがありましたが、明確な違いはないんです。あるとしたら、購入したばかりで環境に慣らし中とか、植え替えたばかりで心配だとか、一つしかない種類でダメにしたくないなど、自分の目の届くところに置いて変化があった時にすぐに気がついて対応したい鉢はベランダに置くことが多いです。気づくことができなくてダメにしてしまうなんてことはしょっちゅうなんですけど、片手にスマホ、片手にじょうろでお見苦しい映像お詫びいたします。ただただ水やりをする動画に最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。